ナさんはロシアの特殊なトレーニングセンターでサイキックトレーニングをされたそうですが、なぜその施設に行くことになったのか、またどのようなトレーニングをされたのか教えていただけますでしょうか。ロシアに行って受けたわけではなくて、日本に先生が来たりしたんですよ。その頃ね。ロシアに行って受けて、ある程度教えられるっていう人もいたし、なので日本で受けました。で、そもそも私は別にサイキック能力を開発しようと思ってたわけじゃないんだけど、亡くなった夫がそういうトレーニングが大好きだったんですよ。で、サイキック能力を開発することにものすごくご執心だったんです。だから飛行機の中とかでも必ずトランプ、カードね、トランプを持って行って逆さまにして、そのカードが何かっていうのを当てたりして、海外行くときとか12時間とか乗ってるじゃないですか。ずーっとカード見てんのね。だけど、私もう映画も散々見ちゃったし、退屈だなと思うと、そのカードを借りて、半分貸してって言って借りて、こうやって見てると、見えてくんだよね。ハートの6だとかって言って当ててると、もうむっすーっとしてだんだん機嫌が悪くなって、口聞かなくなってくるっていうね、ことがよくあったんですけど、だから夫がやりたかったんです。だけど、一人で行ってもつまらないから、一緒にやろうよって言われて、じゃあいいよって言って、日本でやっているところに最初行って、で、最初のうちは、日本人にも習ったし、あとロシア人もこっちに来て教えてくれたりしたんですけどね。でも、内容はね、すごくうまくできてると思いました。ただ、私はモチベーションがあまり上がらない。これやって何の意味があるのっていう感じだけれども、でも、すごくよく体系化できていて、ものすごく人間のこの、皆さんがオーラと呼んでいる部分だよね。その意識場とか、意識場と肉体及び脳のこの相関性みたいなのをちゃんと理解している人たちが作ったんですね。だからものすごく、順序立ててきちんと、脳内のニューラルネットワークをなんかよじれて繋いだりちゃんとしないようにきちんと繋ぎ合わせていくっていうトレーニングがされてる。で、まず充電しないと始まらないんですよね。ここが皆さんにとっての電池。それは意識場とか、潜在意識場とかって言われてる場所。で、この電池の機能がまずちゃんと果たせていないので、皆さんはその電池の機能をちゃんと果たすためにトレーニングを第一段階ではするんですよ。で、この電池機能が発達してきて、その後にどうするか、この先のいよいよサイキック能力をどうするかっていう段階で、テストがあるのね、一回。だけどね、どう言ったらいいんですかね。その電池機能が、そんなに発達しないんですよね、皆さん。それは一般の人たちっていうことですよね。プログラムされてるんだと思うんですよ。ある程度制御されてる。だから、最初入学するときに、だいたいどのレベルまで行く人かって先生は分かってるんだよね。で、第一段階は、それこそ90代のおじいさんやおばあさんでもできるんです。で、その人たちはものすごく若返るし、健康にはなる。その第一段階っていうのはどのようなことをやるんですか？だからその電池を。そう。電池機能をちゃんとするように。だから、ここにエネルギーの枯渇っていう状態が起きないようにする。常にエネルギーが循環していて、ここにちゃんとある程度のエネルギーが充満されているというか、フルではないけどね。自分の健康を害するような状態は極力作らないで済むような状態にはなるから、老化は食い止められるし、かなり。で、若返りもするし。だってね、92歳のおばあさんが髪の毛真っ黒になって、で、まずね、先生と、写っている写真が、トレーニング始める前っていうか、初日とトレーニングを1年以上やった時が、身長差が全然違うの。身長が
伸びる？そうなのよ。成長するんですか？だから骨がもう縮まっちゃってるし、背中丸まってるでしょ。だから小さい人かと思ったら、ピーンとなったら、もうなんか先生のこのぐらいまで身長あるわけ。そのおばあちゃまはロシア人だからね。ロシア人のおばあちゃまだから。で、おばあさんにすることないから、毎日やってたらしいのをすることないので、そうしたら、そのおばあちゃま曰く、胸が張ってきたっていう。そう、ホルモンも変わってくる。それはもうじゃあアンチエイジングとしてみんなそうです、そうでやりたいす。アンチエイジングですよ。そうですよ。本当にね。だからその程度のことはできるんだけど、さあ、じゃあ、もうフルに充電できましたってなるかって言ったら、フルまでいかないんです、どうも。いかないから、次のステージに入るときに、テストがあるんですよ。で、そのテストは、なんか、3メーターぐらい先に貼ってある、このぐらいの黒い点を見続けるとかいうテスト。点動いてきたりするの、ずーっとかって。動いたり。で、どういう風に動いていくかとかっていうので、脳の回路がどういう風に繋がってるかが先生には分かる。そんなことから回路の分かるんですか？そうなんです。何分後にだいたいこういう風に動くだろうって先生は予測ができてるの。で、何か黒い丸に変化が起きたらそこ言いなさいって言われてて、で、私はそっからいろんな色が出てきたの。